ガンダムシリーズには作中に登場しないものの、聞けば何を指しているか分かってしまう用語がいくつも存在しています。ただ、中には作中の用語とは一切関連性のない用語も存在しているため、なんのこっちゃと困惑する方も多いのではないでしょうか。そこで、今回はガンダム界隈で使われている作中には登場しないのに、何のことか分かってしまう用語6選を紹介していきます。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容及び動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方は、ぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。50円。まず、ガンプラ144分の1コレクションシリーズのカオスガンダムを指すネタ用語50円です。コレクションシリーズとは、ガンダムシードおよびシードデスティニーの放映中に販売されていた価格を抑えた手軽さが売りのグレードでした。その分、可動域や成型色に難がありますが、ハイグレードや100分の1よりも早く販売される上に、税別500円で購入できるため、気軽に購入して遊べる点が人気を博したグレードとなっています。そのため、シード放送当時は一定の売り上げがあったのですが、シードデスティニーの序盤放送時は市場が冷え切っていたこともあり、ガンプラは軒並み価格が暴落。中でも、コレクションシリーズは、上位互換であるハイグレードシリーズが出てしまえばお役御免となってしまうため、一部店舗では多くのコレクションシリーズが100円前後で投げ売りされていました。その中でも、カオスは特に人気がなかったのか、たった50円で投げ売りしている店舗もあったようです。このシードデスティニー放送時のガンプラ市場の冷え込みと、コレクションシリーズの悲しき運命を象徴する現象として、ファンの間でカオスは50円と呼ばれるようになりました。さらに50円という値段が妙に区切りがいいからか、50円を1カオスとしたカオス山まで現れました。例えば、当時の一部の市場では、60分の1フォースインパルスは1500円で投げ売りされていたため、1インパルスは30カオス。100分の1シリーズが1000円前後まで値下げされていたため、100分の1シリーズ1つが20カオスとなります。なお、ここまで値段を下げても、ガンプラの売れ行きは芳しくなかったようで、おもちゃ売り場や模型屋では、同じガンプラが所狭しに山積みされるという、今ではとても想像もできないような光景が広がっていました。そのためか、セカンドステージシリーズの100分の1スケールガンプラは、カオス、インパルス、セイバーを販売して打ち止めとなっており、ガイアとアビスの2体は、未だ100分の1で立体化されていません。ただ、近年では、旧3バカのレイダー、フォビドゥン、カラミティが100分の1フルメカニクスで立体化されているため、新3バカの3機に日の目が当たる日も近いかもしれません。余談ですが、現在では、ガンプラ市場の過熱により、コレクションシリーズも価格が高騰しており、調べたところ、中古のカオスガンダムが、まさかの約66カオスで売られていることもあるようです。カテポウ。続いて、ビクトリーガンダムにおける、カテジナルースのあだ名、カテコウです。元ネタは、寿司氏による、ビクトリーガンダムのパロディギャグ漫画、イケイケ僕らのビクトリーガンダムの作中で、カテジナに付けられた別称です。初出は漫画第1話で、ギロチンでの処刑を免れたカテジナに対し、マーベットがカテコウと言い放ちました。なお、本作のマーベットは、少々というかかなり気が荒く、おまけに自意識過剰で他人への嫉妬心も激しいという非常にエキセントリックなキャラクターとなっています。そのためリガミリティアにやってきて自分からアイドル枠を奪ったカテジナのことも快く思っておらず、ギロチンでの処刑を免れたカテジナに対してなんでカテジナはやらないのよとんでもない暴言を吐くほどです。なお、本作のカテジナも中盤以降本編にも劣らない悪女っぷりを披露していくので、マーベットの疑問は正しかったのかもしれません。このように、カテコウは、あくまで、僕らのビクトリーガンダムにおけるマーベット初のカテジナの別称だったのですが、いつの間にか漫画の枠を超え、本編のカテジナに対する別称としても使われるようになっていきました。なお、元ネタが一人歩きをした結果、V ガン漫画では、カテジナがひどい扱いを受けているという印象も強いようですが、寿司氏は、ウッソをはじめ、誰一人ひどくない扱いでは描かれていないので、決してカテジナだけがかわいそうなのではないと、自身の X で語っておられました。余談ですが、本作におけるカテジナことカテコウは、
本編同様最終決戦後までは生き残っているのですが、ブーイッグへ向かう道中に出会った腹黒いシャクティの策略で、使用していたワッパに時限爆弾を仕掛けられ爆死しています。これには、本編のモヤモヤがすっきりしたという声が多く上がったとか上がっていないとか。神コーン。続いて、ガンダムユニコーンからユニコーンガンダムが進化した姿の通称である神コーンです。作中、コロニーレーザーからメガラニカを守るため、ユニコーンガンダムはサイコフィールドを発生させます。その際、ユニコーンがニュータイプとして覚醒したバナージに応えるように、機体中のサイコフレームがまるで結晶のように変化します。そして、ユニコーンは、迫り来るゼネラルレビル所属のモビルスーツたちのジェネレーターを、まるで時を巻き戻すかのように分解するなど、人知を超えた力を発揮するようになります。さらに、パイロットであるバナージが機体と一体化してしまい、肉体はそこにあっても、バナージはそこにはいないと思わせるような存在となっていました。このモビルスーツとも人間とも違う、もはや新しい生命ともいえる存在に進化した状態のユニコーンを、いつからかファンの間では神コーンと呼ぶようになりました。なお、神コーンに関しては、公式での呼び名が決まっていなかったためか、様々な通称が存在しており、ガンダムユニコーンのストーリーを担当した福井氏からは、新ユニコーンガンダム、ゲーム媒体では、ユニコーンガンダムサイコシャードと呼ばれています。また、2018年に、神コーンのガンプラが発売された際には、ユニコーンガンダム光の結晶体と名付けられていました。ちなみに、ユニコーンガンダムには、通常の赤色発光状態、緑色の発光状態、そしてサイコフレームが結晶と化した光の結晶体の3パターンがありますが、通常の緑色状態は覚醒ユニコーンガンダムと呼ばれており、ゲーム作品でも光の結晶体とユニコーンガンダム覚醒は明確に分けられていたりします。カンタンアトラちゃん。続いて、鉄血のオルフェンズ第4話から画面奥から走ってくるアトラを描いた1カットの通称カンタンアトラちゃんです。作中、三日月は悩むクーデリアと共にビスケットの祖母であるさくらちゃんが運営するトウモロコシ畑に訪れます。そして三日月たちが農園に到着した直後、彼らを迎えるためアトラが画面奥からやってくるのですが、その際のアトラの顔が極限まで簡略化された作画で描かれていました。腕を振る動作はきちんと描かれているものの、表情は全く変化しないままこちらへ迫ってくるシュールさ、次のカットではいつも通り可愛く描かれている寒暖差も相まってネット上で大きな話題を呼びました。なお、このシーンのアトラは画面の奥に円形に映るだけなので、そこまで気合を入れて描く必要はなく、むしろアニメとしては定番の手法なのですが、このカットが数秒続くことや直前に三日月と叫んでいて、視聴者の注目がアトラに集まっていたため、このアトラは妙に目立ってしまったようです。ただ、鉄血は基本的に作画が安定している作品だったからか、特に作画崩壊として騒がれることもなく、むしろアトラらしさを残しながらマスコットキャラのようにデフォルメされた可愛さが受け入れられたことで、ネット民の間でカンタンアトラちゃんとして人気を博しました。これによりネット上では他キャラをデフォルメしたカンタン〇〇も流行り、手を振る動作に着目して止まらないオルガとともにマッド動画で使用される素材として使われるようにもなりました。死神。続いてアニメビクトリーガンダムにおいてシャクティがやたら他キャラクターの死と関与している様を揶揄してファンがつけた別称死神です。本作のヒロインのはずのシャクティですが、シャクティの行動が結果的に味方のピンチを招いたり人死ににつながるケースが多かったこと、もしくは次回予告でシャクティに名前を呼ばれた人物が死亡する傾向にあったことなどから死神と呼ばれるようになりました。例えば序盤に戦争のストレスに耐えきれずパニックを起こした際は突発的に味方の元を離れて戦闘の最中無心で土を掘って柳蘭の種を植えようとしていたこともあり、そんなシャクティを助けるためウッソたちが体を張る羽目になっていました。他にもクロノクルを説得するために独断で飛び出してザンスカールに捕まり、その結果助けに行ったはずのウッソの母親のミューラが死ぬことになるなど、悲劇の中心にいる印象を受けます。登場人物たちもシャクティの行動には思うところがあったようで、シャクティが自身の出生を利用してエンジェルハイローに行こうとした際はオデロからシャクティがまた病気を起こしたんだよと
痛烈な一言をもらっていました。一見すると作品の構造上、コナン君が常に事件の中心にいるようなもので仕方のないことのようにも思えますが、そんなシャクティの身勝手さにはキャストも思うところがあったようで、2023年にヘブリで行われたインタビュー「機動戦士ビクトリーガンダム30年目の真実」では、カテジナ役の渡辺久美子氏はシャクティの思い込みの強さもちょっとおかしいと語っており、それに対してウッソ役の坂口大輔氏も、彼女が動くたびに必ず誰かが死んでしまう、善意が悪い方向に転がるタイプと返答しています。一方で坂口氏は物語やキャラクターにもいびつさがあると語っており、そもそも彼女たちを取り巻く状況そのものがおかしすぎるという点は否めません。確かに、ただ平和に暮らしていただけの少女が突然常に死が隣り合わせの状況に放り込まれれば、パニックを起こして突拍子もない行動をとるのは仕方のないことなので、ただ一言で死神と表現するのが正しいとは言えない人物なのではないでしょうか。種割れ。続いてガンダムシードシリーズよりシードを持つ登場人物が覚醒するシーンの演出を指すスラング種割れです。ガンダムシードの世界にはコーディネーターナチュラル問わず選ばれたものに宿る因子シードが存在しています。これが発現するといわゆる覚醒したような状態になり、空間の認識能力、反射速度、身体能力などが大幅に向上し、超人的な力を発揮するような演出になります。このシードによって覚醒状態になる際、作中ではシードイコール種が割れたように見える演出が入るため、ファンの間では種割れと呼ばれるようになりました。なお、作中で種割れしている人物はキラ、アスラン、シン、ラクス、カガリの5名。そのためかゲーム等では5人固有の覚醒演出として種割れが採用されている傾向があります。ちなみに覚醒のトリガーとしては、戦闘中に危機的状況に陥ったり感情が爆発すると発動する傾向にあります。なおシードに関する説明は作中でほぼされていないため、視聴者からすれば全く意味のわからない演出なのですが、覚醒していると一目でわかる秀逸さから現在まで非常にファンからの人気が高い演出となっています。2024年に公開されたシードフリーダムではさらに演出が進化し、 DNA の二重らせんの中で種が割れるような描写に進化していたことからも、スタッフの力の入りようがうかがえます。ちなみにパチンコシードではあまり当たらない演出に使用されていた上に、効果音が原作とは全く違う間の抜けた音だったということで、そちらではあまり評判が良くなかったようです。それを受けてか2024年12月から導入された新代ガンダムシードラッキートリガーライトバージョンでは、種割れの効果音がかなり原作に近い音へと改善されたようです。ということで以上、作中には登場しないのに何のことか分かってしまうネタ用語6選でした。個人的にはカオスが50円と呼ばれていたというのは今の状況から考えるととても想像できないのですが、早くガンプラの品薄が解消されてほしいですね。ぜひ皆様が好きなネタ用語もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。